それではこちらから第2部でございます。よろしくお願いいたします。はい、こちらですね。ミーノスの素体でございます。EX メタル素体ということでね、関節が金属になっております。ハーデスとかヒプノスとかと一緒ですね。ちゃんとね、目があるのか見てみましょう。ほら、見せろほら。うい、おー、ちゃんと目ありますね。変な感じ。それではね、フィギュアの可動範囲を調べてみましょう。まあ多分ね、同じだと思いますけどね。まずは首。どこまで曲がるんかな。あ、こんな感じですね。髪の毛が邪魔しなければ多分1回転するんじゃないですか。うわ、ちょっと無理やり。はい、すいません。ちょっとやりすぎてしまいましたね。胸。これはどうなってる？あ、前後ろに倒れるタイプの胸のパーツですね。こう上下するんじゃなくて、こう動くという可動範囲でございます。手はね、いいね。やっぱガンガン上がるよね。こうやってね。この軸もこうやって曲がりますんでね。いろんな角度をつけることができますね。肘はどこまで曲がる？おー、いいね。ここまでしっかり曲がりますね。手首もね、このように可動しますし、回すこともできますね。左手も同じですね。足はどこまで曲がるのかな。はい、このようにね、めちゃくちゃ稼働しますね。SIC もこのぐらい稼働してくれたらいいのにね。素晴らしいですね。はい、以上ね、ミーノスの稼働範囲でございました。違うな。足もどのぐらい曲がるのかっていうのをやらんとね。はい、足なんですが、めちゃくちゃ開きますね。ここまで開きます。そして軸もこうずれるので、ER カンフーのね、キックみたいなやつもできますね。あとーみたいなね。何度も言ってますけど EX の素体はね、この脇の部分がね、僕は気に入らないんですよ。だけどこれミーノスね、こうやって髪の毛で隠れるからね、ごまかせますね。上等だな。はい、以上ね、ミーノスの可動範囲でございました。はい、今度はね、ミーノスの付属パーツを見ていきましょう。まずはね、このノーマルでついている手、握り拳のサープリスもなしの素手ですね。素手がついております。いいですね。で、こちらがサープリスをつけている方の握り拳のパーツでございます。はい、こちらはですね、マリオネットで操ってる時の手ですかね。これともう一つ、指がね、レッドクリアのパーツがありますね。これめちゃくちゃかっこいいな。素敵。はい、こちらね、手がパーになっている状態ですけども、さらにパーの状態のものもあります。こんな感じですね。そして右手だけなんですけども、指をね、こういう風にやってるものもついておりました。はい、こちらですね。多分、サープリスのマスクを被るときにつける横髪ですね。目が見えるようにするための前髪だったりしますかね。実際につけてみましょうかね。はい、通常はね、このようになっております。で、めくってみると、こちらが通常の顔の表情ですね。そしてこれを取って、で、こうすると目が見えなくなるから、こっちをつけるのか？こっちの髪をつけると目が見えるという状態になりますね。はい、こちらね、食いしばってる顔ですね。そしてこちらは必殺技を叫んでいるような顔ですね。かっこいいな。いいですね。あ、通常の顔を普通にやってみよう。これか。これが通常の顔か。はい、こちらね、通常の顔でございます。目が見えるとこんな感じですね。そしてこちらね、若干笑っている顔ですね。微笑顔。でもミーノスってね、やっぱり前髪で目が隠れてるっていうのがイメージ通りですね。はい、こちらですね、原作の24巻でございます。このページにね、ミーノスとアイアコスが載っております。ミーノスこれですね。これですよ、今回のフィギュア。これですよ、ミーノス。そっくりですね。素晴らしい。以上ですね、ミーノスの付け替えパーツの紹介でございました。はい、それではですね、サープリスを装着していきたいと思います。はい、今回はね、実況を普通にやりたいと思います。最初に両手首、両足首、そして頭のパーツを取らせていただきました。手の甲のパーツも先に取り付けましたら、次は足ですね。太ももアーマー、膝アーマー、すねアーマーの順に取り付けます。すねアーマーが2分割になっていますので、両方取り付けたら足首パーツを元に戻します。次は腹巻きアーマーですね。腹巻きアーマーを装着させたら腰アーマーを分解します。
腰アーマーのヒンジを開いて素体に装着させてベルトのバックルみたいなパーツを取り付けます。腰のサイドアーマーを取り付け直しまして、次は胸アーマーですね。胸アーマーをつけるときには素体を一度万歳のポーズをさせないといけません。手を戻して背中の固定パーツを取り付けます。二の腕アーマー、腕アーマー、そして手首パーツを取り付けるんですが、腕アーマーと手首パーツの間にグリフォンの爪を腕輪のように取り付けます。反対側も同じように取り付けましたら、一度手の角度を整えてみました。尻尾のパーツを取り付けましたら、難関の肩パーツでございますね。なぜ難関かというと、胸パーツの棒に肩パーツをはめ込むんですが、肩パーツの穴が狭くて胸パーツの棒にとっても入りにくかったんですよ。オブジェ形態の時もそれでとても苦労しました。まあこのぐらい硬い方がいいかもしれませんね。ゆるゆるよりはね。そして今は顔の髪の毛をマスク用に取り替えています。後ろ髪、もみあげパーツを取り替えて、前髪なんですけど、一度マスクのおでこのパーツを外してから前髪を取り付けて、その上からマスクのおでこパーツを取り付けるという感じでした。それを本体に取り付けましたら、最後に背中の羽を取り付けて完成です。グリフォンミーノスのサープリス装着が完了いたしました。セイントセイヤ冥王ハーデス編のグリフォンミーノスの声優さんは東近光一さんという方ですね。2022年現在50歳だそうです。いろんなキャラクターの声優さんをやられている方ですが、特に有名どころで言うとナルト疾風伝のヒューがネジ役ですかね。ネジかっこよかったっすよね。ミーノスがネジを演じてるということですね。他にはね、デジモンアドベンチャーではホークモンの声の他にもポロモン、プルルモン、ホルスモンとかいろんなキャラクターを演じております。セイントセイヤには派生作品でロストキャンバス冥王神話という別のアニメがありまして、その作品でもミーノスが出てきます。ロストキャンバス版の声優さんは桜井貴弘さんですね。現在47歳だそうです。他の作品ではおそらく一番有名かなって思うのがですね、ファイナルファンタジー7のクラウドの声ですね。アドベントチルドレンとかクライシスコアとかキングダムハーツでのクラウドの声もこの方ですし、リメイク版のファイナルファンタジー7のクラウドもこの方でございます。めちゃくちゃかっこいい声ですよね。それではね、こちらも無印版のセイントクロスマイスグリフォンミーノスと比べてみましょう。っていうか無印は無印でかっこいいな。肩のねこの部分、鱗の枚数みたいなやつが全然違いますね。 EX 版の方が多いですね。ではね、オブジェ形態と同じように無印版のミーノスもね拡大して写していきましょう。 EX 版の通常版も欲しいんだけどな、高すぎて買えないんですよね。今回ね、魂ウェブ商店限定で定価で買えたんでね、この魂ウェブ限定のオリジナルカラーエディションを買ったんですけども、別に無印でもある程度成り立ってるからな。 EX のノーマル版は極端に欲しいとは思わなくなりましたね。 EX はねオリジナルカラー版がありますからね。ただやっぱりね、ミーノスの髪の毛の色ですよね。これ大事。無印版は灰色じゃないですか。でオリジナルカラーエディションは黄色じゃないですか。黄色がね、おそらく原作の色なんじゃないかなと思いますね。アニメなのか原作なのか、最近ちょっとね、セイントセイヤの DVD を見る暇がなくて見てないんですけども、おそらく今回のオリジナルカラーエディションは原作版の設定だと思います。しかしどっちもかっこいいな。はい、こちらですね、無印版のグリフォンミーノスでございました。そしてですね、こちら無印版グリフォンミーノスのマニュアルでございますが、 EX のマニュアルにも載ってないやつがねここには載ってますので、これもね紹介したいと思います。ここですね、このページですね。スペクター天気星グリフォンミーノス、年齢23歳、身長184センチ、体重72キロ、誕生日3月25日、血液型 A 型、出身地ノルウェーオスロ、修行地なし、必殺技コズミックマリオネーションとなっております。開いたところはね、オブジェ形態の組み方とかサープリスの人形への取り付け方が載ってますね。この辺はね EX とほとんど一緒でございます。懐かしいね。以上ですね、無印版ミーノスのマニュアルでございました。はい、それではですね、いろいろポーズを取らせてみたいと思います。うわー、このポーズ超かっこいいですね。どんなにね素体がグリグリ動くとしても、クロスとかサープリスをつけた瞬間ね動かなくなるフィギュアって結構あるんですけど、これ足もちゃんと開きますよ。これはね無印版にはできないポーズなんでね、感動ですよ。ミーノスかっこいい。それでは本日はこちら2022年の1月発売、セイントセイヤセイントクロスマイス EX グリフォンミーノスオリジナルカラーエディションと、こちら2006年の11月発売、セイントクロスマイスグリフォンミーノスのフィギュアレビューでございました。
本当はね、EX の通常版とオリジナルカラーエディションの両方でレビューしたかったんですけども、通常版は持ってないので、無印版で申し訳ございませんでした。次回のセイントセイヤフィギュアレビューは、本当にハーデスをしたいと思います。ハーデスをね、心待ちにしてる方がいらっしゃるかどうかはわかんないですけども、前からね、やるって言って、全然やってないんで、大変申し訳なく思っております。それでは本日も最後まで動画を見ていただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。